はいどうも、ソータ56です。今回はポコアポケモンでポケモン金銀のレッド戦の BGM を作っていきたいなと思うんですけれども、なんとですね、私、音楽初心者の方にも使っていただける音符マット演奏の制作支援サイトを作りましたので、そちらの紹介も兼ねて動画を撮っていきたいなと思います。はい、というわけで早速こちら、音符マットメーカーというサイトを紹介します。説明欄の方に URL も貼っておきますので、ぜひご活用ください。サイトにアクセスしていただくと、まず作曲ツールとフリー設計図という2つのツールの選択肢が出てきます。はい、まず作曲ツールですが、こちらはピアノロールという形式で音を入力していくことができるんですけど、ここで作った曲から自動的に設計図が生成されます。はい。で、この設計図ボタンというところを押すと、はい、こんな感じで一直線の設計図が出てきます。作ったデータはダウンロードやアップロードにも対応しているので、仲間内で共有したりもできますし、設計図の画像出力にも対応しています。はい、ちなみに、このプリセットボタンというところを押すと、僕が作った楽曲データがいくつか登録してあります。で、今回作るレッド戦の BGM もここに入れてあるので、自分でも作ってみたいよって方はね、ぜひここから設計図を出力してみてください。はい、次はもう一つのツールですね。フリー設計図は直接マス目に線路やセンサーや音符マットを設置できるツールです。作曲ツールが一直線の線路しか作れないのに対して、こちらは自由に線路を曲げたりすることもできます。で、線路の支点と終点をつなげればループ再生をすることもできるので、こんな風にループ再生する曲を作りたいときはこのツールを使ってみてください。こちらのサイトですが、推奨ブラウザは Chrome となります。サファリでも動作はするんですけれども、音が遅れたり出なくなったりすることがあるんで、可能であれば Chrome を選んでください。スマホにも対応はしていますが、画面サイズの制約があるので、ちょっと操作が大変かもしれないですね。はい。というわけで早速この設計図を元にレッド戦の BGM をポコアポケモンでも作っていきたいと思います。今回は地下を掘って作っていこうと思うんですけど、というのも石に囲まれた空間では音が響くんですけど、音符マットの音も響くので天然リバーブみたいな感じで結構雰囲気が出るんですよね。じゃあ早速地下を掘っていきます。今回曲が長いので線路が正方形を描いてスタート地点に戻ってくるようにしたいと思います。この曲は線路を961個使うので、4で割って少し余裕を持たせて一辺242マスでやっていきます。このクラウド島のマップがちょうど縦横300マスずつぐらいなので、結構ギリギリですね。はい、というわけで次は線路ですね。ZR を押すとスムーズに設置できますね。次はセンサーですね。センサーも簡単で、ZR を押すと正確に1マスずつ歩けるので、設計図を見ながら歩数を数えて設置していけば OK です。はい、では最後は音符マットの設置ですね。音符マットに関しては方角が変わるとき気をつけないといけないことがあって、音符マットは設置する方角によって音程が変わる仕様になっているので、線路が曲がると当然方角が変わりますので、設計図も方角が重要なわけですけれども、この設計図なんと方角回転機能がついてます。で、今回は北向きからスタートして東、南、西と進行方向を変えていくので、設計図もそれに合わせて方角をセットしてやれば OK です。はい、というわけで完成しました。はい。でですね、トロッコに実際に乗って演奏を開始する前にですね、トロッコの速度の使用についてお話ししようかなと思うんですけれども、平地で走るときは、ジョイスティックをトロッコの進行方向に入れ続けた時間ですね。この時間で加速が決まっていきます。それで20マス分くらい加速をすると、トロッコが最速になって、だいたい BPM200 相当のテンポになります。この曲は BPM200 くらいなので、最速になる20マス分だけ最初のセンサーから手前に線路を伸ばしていっています。はい、では早速演奏してみましょう。
いやー素晴らしいですね。これでもいいんですけど、ちょっとね最後に一つズルをしていきたいと思います。今回この曲ですね、音符マットの音域を広く取るために原曲キーよりキーを3つ下げているんですけれども、これを動画編集で再生速度を速めることで実質キーを3つ分上げて原曲キーと同じキーにしていきたいと思います。そうすると当然ね速度を上げるので曲のテンポも上がってしまうので、最速よりも少し遅くなるようにジョイスティックの入力を最速が20マスなんで15マスくらいで止めるようにします。そうするとね最速の BPM200 くらいよりもちょっと遅い速度で取ることができるので、再生速度を上げた時にちょうど原曲のテンポと同じくらいのテンポにすることができます。はい、というわけで今度は再生速度工作で原曲キーにしたバージョンを聞いてみましょう。いやー最高ですね。大満足です。というわけでね、皆さんもぜひ音符マットメーカーを使っていろんな曲を作ってみてください。このクラウド島の住所も公開しておきますので、ぜひね興味のある方はバーチャルモードで遊びに来ていただければと思います。それではまた。